漁業のいいところっていうか面白いところってやっぱ頑張ったら頑張った分対価として帰ってくる、給料になって帰ってくるっていうのが目に見えてわかる仕事で、毎日言ったら宝探し、海に宝探しに行ってるようなもんで、そういうのが面白さではありますよね。今ここ、今ここ、ここまで、震災前はここまで商売して、ここからここまで。東京の近くまで行ってたんだよ。震災前は、ここの浜は、常磐ものって、取った魚は常磐ものっていうブランド、呼ばれ方してて、だけどそれも原発事故の影響でブランド力がもうゼロに等しくなって、なんだったらマイナスぐらいの価値になってしまって、なので中央市場の方でも漁価はもう震災前よりは安くはなってますね。魚が安かったらやっぱり量でカバーするしかなくて、でも量取ってこようとすると資源をこう枯らしちゃうから、そのバランスっていうのが一番の問題かなって思いますよね。震災後は、当然津波の被害も多くて、で、原発事故の影響もあって、で魚を取って流通させるっていう仕事は当然できなくて、でしばらく1年3ヶ月くらいは岸壁の瓦礫の撤去とか、あとデータ取りサンプル、魚の放射性物質のデータを取るためのサンプリング調査っていうことを毎週やってましたね。で徐々にその安全性が確認された魚種が一魚種一魚種どんどん増えてって、で今10年経った今が一応全魚種出荷対象にはなりました。データに基づいてね流通もさせてるんで、そういう意味では安心安全の担保っていうのは確保されてると思うし、したらもう魚の質っていうところでだけで言うともう震災前と同じだと思ってるし、やっぱそういうものは評価されるべきだとも思ってるんで、なので特に料理人さんとかには一度使ってもらいたいなって思ってて、ここ観光地でもあって、夏とかになると本当海水浴場とかを目当てに、いろんなとこからお客さん来たり、そういうお客さんに直接来て食べてもらって美味しいって思ってもらうのが一番手っ取り早いと思ったし、でそこでここの浜の魚を知ってもらいたいと思ったから、だから食堂をやろうと思って始めました。最悪な問題が起きたとこじゃなきゃ生まれなかったような新しいこととかってあると思うから、そういうのをどんどんこう模索していこうかなと思いますよね。3月11日は船から戻ってきて、その会社の事務所にいたんです。で、そこで地震にあって、で、会社にいたうちの母親と、あと、お客さんとかいたんだけど、地震があってそのお客さんと自分の母親を高台の方に行けって言って車でこう逃がして、黒い波が岸壁にぶつかってすっげえ高いとこまでこう水しぶき上がってて、当然そんなの見たことねえし、もう SF の世界かなって思うぐらいの波だったから、本当マジかと思って、夢の中にいるみたいな感じでしたよ。
津波は。でどんどん家とか船とか流されてくるし、うちの嫁さんが妊娠してて、もう臨月に入ってて、でその晩に出産したんですよはい、2番目の娘を。今って思ったよね、それは今この時にかと思って。こっちの地元の方にも津波でいっぱい人が流されてるっていうのも聞いてたし、お世話になった人とか知り合いとか、そういう人たちの安否もわからない状態だったから、その中での出産だったからもう頭ごちゃごちゃでね、そうってゆりというね、ゆり組っていう名前ではなかったけど年少さん。しーちゃんはその下のクラスに入ってたね。ほらしーちゃん見て、ほらしーちゃん、ほらかわいいでしーちゃん、ちっちゃく。川崎？これ川崎。しずきも行ってたんじゃん。幼稚園じゃないのこれは。これ何食べてんの？何食べてんだろうね。これ蒸しパンかな。しーちゃん産む時大変だったんだからわかる？どういう時に産んだか。お母さんどんな時にしーちゃんのことを産んだか聞いたことない？話したことあるよね。あれ忘れちゃった。忘れちゃった。しーちゃんさ、予定日過ぎても生まれてこなくてさ、まだかなまだかなって待ってるうちに地震が来て、で道路も通れなくなっちゃって、病院もちゃんとやってるかもわからない時に地震でね、でお父さんとも会えてなくて、その時本当はどこにいたの？お父さんと離れ離れだったんだよ、地震の時。夜中にやっと自衛隊の人が道路をちゃんとしてくれて、お父さんがお母さんのとこに来れたの。そしたらお母さんは「ああよかった」って安心して「ああよかったねよかったね」ってしてたらお腹痛くなって、でそこから病院やってるかとかさ聞いてさ、道路も通れるかわからないのにじいじとお父さんと病院まで行ったんだよ。小さいたの？じいじに車運転してもらって、お父さんと一緒に病院に行ったの。そしたらすぐ生まれた。着いてからね40分ぐらいで生まれたんだよね。それってすぐなの？めっちゃ早い。だって普通はさ、何時間も何十時間もかかってさ生まれるのに、病院着いてから40分ぐらいですぐ生まれていてね、みんなびっくりしたの、早すぎて。でもそうやってしずきがね早く生まれてくれたから、次の日原発が爆発して、その日のうちにお母さんもう退院して逃げなきゃってなったから、すぐ生まれてきてくれたから、お母さんは体力がまだ残ってて退院できたのね。会社しな。しーちゃんで、しーちゃんのことをゴミ袋に、しーちゃんのゴミ袋で包んだんだよ。ひどい。だって放射能がどうだかわかんないかなんら、かビニールかなんかかけて、息で車すぐだもん。ビニールの外にここの部分と出てる手出す部分、頭出す部分と手出す部分切って上からかぶってたんだよ、ゴミ袋。そうやって秋田まで避難したんだよ。しーちゃんゴミ袋に入れられてそんなに私汚いの？そういうことそういうことじゃないんだよね。外気に触れさせないように。震災ですな。でもしーちゃん強かったね、多分ね。生まれたばっかりでさ、何時間も車に揺られても平気だったんだもんね。その時は全然泣かなかったんだよ。その後はギャーギャーだったけどね。親孝行だったんだよ、しーちゃん。ありがとうね。将来は、子供の将来は福島の子だからどうとかっても言われたくないから、そのためにはやっぱその福島、特にこの相馬っていう土地を外から見る人たちがいいとこだねって思ってもらいたいから、そのためにはいろいろ自分ができること、親としてここの地域の大人としてできることはやっていきたいと思ってるし、あとはもう子どもたちに
どう思ってもらえるかだよね。相馬で生まれてよかった、ここで、将来何か働きたいとか、相馬でこんなことしてみたいっていうような子供に育ってもらいたいですね。どんどん小さな地域が良くなれば、そこの集合体の日本が良くなると思うからだから自分にできること、ほんと小さなことでいいから、やっていく、コツコツと地道にやっていくことがいいのかなって個人的には思いますよね。震災と原発事故で有名になった福島だけど、悪いことばっかじゃなくて、本当もともと変わらずいいものもいっぱいあるから、だからそういうとこを見てもらいたいし、実際こう来て感じてもらいたいし、で美味しいものは美味しいし、変わらず美味しいし、特に人も海沿いの地域って、開放的な人が多いから、本当ね、こう接すると楽しい人とか多いから、いっぱい相馬の楽しい美味しいものだったり楽しいとこだったりっていうのをこう知ってもらいたいから。